月明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。大地の赤。今日は遠山東仁先生の年に何回かの窯出しの日です。お、やってるやってる。お邪魔します。おお、よく来たな。ちょうど始めるところじゃわい。うわー、これが窯なんですね。おっきいわ。優子くんは窯出しを見るのは初めてかな。東仁先生の窯出しを見られるなんて光栄です。手伝いますよ。さて今日は何もらってっかな。四郎に手伝ってもらうのはいいが手伝い賃が高くて困る。何言ってんの。ただ同然の土をこねて焼くだけで莫大な金取るなんて詐欺師みたいなことをしていながらさ。詐欺師？バカモン！お前は陶芸を何だと思っとるんだ。でもそんな陶芸家が多いじゃない。有名陶芸家の息子だっていうだけで自分も高い値段つけたりして。そんなエセ陶芸家と東仁先生を一緒にするなんてあまりに失礼です。優子くんの言う通り。よーし、優子くんにはどれでも好きなものをあげるぞ。四郎には何もやらん。そんな。ふんだ。ふんだ。先生。お。今まで柔和でにこやかだった東仁先生が壺を手にした途端別人のように怖い顔に。東仁先生、大事な壺をどうして割っちゃうんです？気に入らんからさ。でももったいない。せっかく焼いたのに。私も初めはそう思ったの。でも気に入らない作品を残すのは陶芸家にとって死ぬほど辛いことなのよ。赤い色の鉢なんて珍しいね。何年も前から友人の画家に頼まれておるんじゃ。夏に枝豆を入れて食べたいとな。赤い鉢に緑色の枝豆を入れたらさぞ映えることじゃろう。しかしその赤い色が問題だ。枝豆で映える赤い色は難しい。鉢に盛る野菜の緑色と合うのはやはり野菜の赤だ。野菜の赤？トマトじゃよ。トマトの赤はリンゴの赤とも肉の赤とも違う。野菜の持つ豊かな旨味の赤じゃよ。なるほどね。トマトの赤は野菜の緑とよく調和するよな。それでこの鉢をトマトの赤で仕上げたいと思ったのだが。もったいない。ダメだ。色が浮ついとる。よく熟したトマトの色じゃない。この数ヶ月トマトの赤を出すための上薬の研究に没頭してるのよ。まるで昔の柿右衛門みたいだね。あ、そうだ。
当人の名前を変えてトマト人かなんかにしたら？シロちょっとまったくお前というやつはわしが苦労してるのにからかいおって、この不届き者めが。ちょっとちょっと俺失敗作の陶器じゃないんだよ。同じようなもんじゃお前は。あっとふんぎゃ。あっちゃ当人くん。あっち当時先生。た足首が。当人くん大丈夫？いた。いや、わざわざ来てくれてすまんね。いえ、そんな。話を伺うとうちの部の者も無関係ではないようですし。あれ俺のせいじゃないっすよ。年がいもなくトンカチ振り回すからこんなことになるんだ。シロ、お前が見舞いに来たのか、わしを怒らせに来たのか。それだけ怒る元気がありゃ大丈夫でしょ。安心しましたよ。怪我の具合はいかがなんですか？足にひびが入った程度じゃから、1週間もすれば車椅子で動けるそうじゃ。でもその後のリハビリをちゃんとしませんとね。足が動かなくなるとそのままボケてしまう例が多いんだよな。山岡さん。でシロ、お前はもう帰れ。嫌です。おお、何の騒ぎかと思ったら。あ、ユウザン。いや、ユウザンよく来たの。まあこっちへ座れ。涼子、そこの椅子を取ってくれ。しかし先生もとんだ災難でしたな。いや風呂場で足を滑らせてな、全く不覚じゃったよ。東仁先生は山岡さんをかばってらっしゃる。やっぱり山岡さんが可愛いのね。まあしかし足首でよかったですよ。手だったら制作に触りがありますからね。ところで最近先生の研究されていらっしゃるトマトの色を出す上薬はいかがですか？それがなかなかうまくいかんでな。先生のことだからどうせ近いうちに成功されると思いますが、参考になるかと思ってトマトを持ってまいりました。中川、入れ。失礼します。おお、これは見事な。まあ綺麗。よく売れて真っ赤。今の季節出回ってるのはハウス栽培のトマトばかりで少しもうまくありません。これは鹿児島で昔通りの有機農法で、しかもハウスでなく農薬も使わない露地栽培のトマトです。最近のトマトは青いうちにもいで流通過程のうちに赤くして売っていますが、このトマトは枝で十分に熟したのを取って航空便で送らせたものです。おお、そうか。いや、ありがたい。今の季節に露地栽培の本物のトマトが手に入るとはな。さすが雄山じゃ。どれでは一つ食べさせてもらおうか。どうかしましたか？雄山、せっかくだがこのトマトはわしの思っているトマトとは違う。なるほど、よく熟してはおるが、しかし何かが違うんだ。しかし先生、農薬も使わない有機農法で木につけたままここまで熟させたんですよ。これ以上のものはたとえ夏の盛りの季節にも手に入りません。しかしわしが覚えている昔のトマトと微妙に違うんじゃ。あの濃厚な香りと味がこのトマトにはない。これは熟してるのは見てくれだけだ。山岡さん。これは本当の意味での完熟トマトじゃない。偽物だ。何？今の私の説明を聞いてなかったのか？これは有機農法で。その有機農法が問題なんだ。
正しい有機農法と形だけのものがある。形だけの有機農法だと？そうだ。有機農法では肥料に堆肥と家畜の糞を使う。まず堆肥だが、最近では針葉樹のおがくずを使った堆肥が多い。針葉樹にはリグニンという物質が含まれていて、それは植物の根にとって有害だ。また稲わらや麦わらで堆肥を作る場合、その稲や麦が農薬まみれの栽培法で作られていたのでは、堆肥自体農薬を含んでいることになる。肥料から農薬を吸収してしまったんじゃ、無農薬農法をしても意味がないですね。家畜の糞だってそうだ。抗生物質と配合飼料で育った豚や鶏の糞の中にも残留薬物があるだろう。そんな糞を肥料にしたのでは何の意味もない。一概に有機農法なら何でもいいとは言い切れないんだ。まあしかし今の時期じゃとてもこれだけのトマトは手に入りやせん。雄山の気持ちには心から感謝しておるよ。とんでもない。今でももっといいものが手に入りますよ。何？トマトの旬は1月から2月なんです。本物の完熟トマトは今でも手に入るんです。むしろ遅いくらいだ。何を寝言を言っとるのか。トマトの旬は夏と決まっておる。1月と2月が旬のトマトなどありえない。口で言ってもわからないだろうな。自分の目で見ないことには。何？よし、では今の季節で完熟トマトの取れるところがあるんなら案内してみろ。いいだろう。それでは東神先生の動ける1週間後にみんなをトマト畑に案内しますよ。本当にそんなトマト畑があるのかね？いい加減なところだったら承知せんからな。そのトマト畑はどこにあるんだ？目の前さ。そこに見えるだろう。何？どういうことだ？ビニールハウスとは。見ての通りさ。その中にトマト畑がある。ハウス栽培のトマトなど食えるか？ふざけるのもいい加減にしろ。うまいかまずいか食べてみてから言ったらどうだ。おのれ貴様。山岡さん、いらっしゃい。お待ちしてましたよ。永田先生、お久しぶりです。本当ですね。相変わらずお元気そうで何よりです。紹介します。永田先生は緑圏農法の考案者で、その指導や実地研究を中心に活動されている方です。永田です。この方はビニールハウスの持ち主の石山さんです。緑圏農法ってどんなものなんですか？まあお話は後にして、まず食べていただきましょう。この辺りのトマトがいい。あれれ、トマトの葉がしおれかけておるぞ。それは水をギリギリまで抑えてるんでそう見えるんですよ。しおれてるわけではないんですか？はってな、上の方の気温は高いのにトマトの近くはひんやりとしておる。今日は外気温が高いからトマトが自分にちょうどいい温度になるように自分の周りの温度を調節してるんですよ。トマトにそんなことができるんですか？さあどうぞ。
妙に硬いじゃないか。私が持ってきたトマトの方がもっとみずみずしい感じがしたぞ。匂いを嗅いでみてください。おや、いい香りだな。ちょっとリンゴのような。本当。トマトって青臭い匂いがするものだとばかり思ってたら。完全に熟したトマトはそういういい香りがするもんなんですよ。問題は味だ。なんだこのトマトは。これが本当にトマトなの？これは嘘でしょ？これトマトじゃないわよ。いや、正真正銘これが本当の完熟トマトなんだ。まるで果物のように甘い。そしてこの香り。おお、そうじゃ、昔のトマトの香りじゃ。甘いだけじゃなくて酸味もすがすがしいわ。本当に自然の味って感じですね。このトマトの糖度は7度から12度ぐらいあります。普通のトマトは4度ぐらいだから2倍から3倍の糖度があります。一般のトマトは水に浮きますが、このトマトは比重が大きいのでスーッと沈んでしまいます。完熟とはただ赤くなることを言うのではありません。すぐブヨブヨになってしまうのは成長しきる力がなくて、そのまま老化してしまったトマトです。健康に育てた木の上でしか本当に完熟させることはできないんです。よほど特殊な栽培の仕方をしているんだな。土にもたっぷり肥料をやって。いえ、その逆ですよ。ご覧なさい、この土を。山から掘り出した痩せた土です。ほら、石ころも混じってるでしょ。何？そんなバカな。では高価な肥料を与えているんだろう。いいえ、このトマトには水をほんの少しと窒素とリン酸とカリの混合液の化学肥料をごく少量与えているだけです。化学肥料だと？特別の堆肥とかカラスミやイワシなんかを与えているのではないのか？そんなことをしたらトマトがかえっておかしくなってしまいますよ。私たちの緑圏農法はトマトを原産地のアンデスの気候に戻してやるんです。アンデスの気候？標高2000から3000メートルのアンデス高地は熱帯といっても夜は涼しいほどで、昼と夜の温度差は極端です。そして何よりも雨が少ない。ですからできる限り水をやりません。普通のトマトの10分の1から100分の1程度です。ビニールハウスにしているのも雨を防ぐためなんですよ。へえ、雨よけだったんですか。そうやって育てるとトマトの根には毛細根が発達して健全なとてもいい木になるんです。植物は根が全てです。根がうまくできなければ作物はうまくなりません。トマトの枝や葉を見てごらんなさい。産毛のようなものがたくさん生えてるでしょう。水をやらないものだからこの産毛が生えてきて空気中の水分を吸収してるんです。わあ、産毛がキラキラ光ってるわ。きれい。さらに驚くべきことに、このトマトは産毛に止まった虫さえも捕まえて溶かし栄養にしてしまいます。まあ、虫を食べちゃうんですか？トマトが。ええ、そうなんです。トマトが虫を。そんなことがあるのか。まさに野生のトマトですよ。そしてこれが私たちの緑圏農法の求めているものなんです。本来その植物が生まれ育ったところへ返してやる。するとこんなに美味しいトマトができるんです。緑圏農法の秘密はそれだけです。他に何の秘密もありません。バカな。そんなことでトマトがうまくなるというのか？私も最初は有機農法一本やりでした。緑圏農法のお話を伺った時、そんなバカなことがあるもんかと思ったんです。でもやってみたら信じられないほどトマトが美味しくなった。しかもすごいのが、一般のトマトの30倍ものビタミン C が含まれていて、おまけにずっとたくさん収穫があるんですよ。肥料はかからない、美味しい、栄養がある、しかもたくさん取れる。まるでマジックですね。マジックではありませんよ。緑圏農法はトマトが本来持つ生命力を引き出してやるだけです。生命力というのはね、船舶な人間の想像をはるかに超えた大きなものなんですよ。
そうじゃよ、この色じゃよ。生命力を表す深い赤、わしの求めていたのはこの色なんじゃよ。うまい。こんなトマトの作り方があるなんてな。永田先生、あなたは偉いお人じゃ。いえいえ、そんな。いやいや、ご謙遜なさるところがもっと偉い。うまいトマトだと？うまいのはトマト自身の手柄じゃないか。作った人間が偉いわけじゃない。その通りですよ。私たちは何もしないんです。トマトが偉いんです。山岡さん、なんだよ。山岡さん、貝原雄山に一本返したのにあまり嬉しそうじゃないですね。永田先生がおっしゃったろ、偉いのはトマトなのさ。中川か。次の野菜の仕入れはいつだ？シロなんすか？やったよ。できたろ。完成したんですか？やったわね、東神くん。先生、おめでとうございます。名付けて大地の赤じゃ。大地の赤、どうじゃ。素晴らしいですわ。そうか。これもみんな四郎のおかげじゃ。礼を言うぞ。永田先生のトマトのおかげさ。ま、何しろあの貝原雄山も兜を脱いだトマトだものな。美食クラブはな、トマトを緑犬のトマトに変えたそうじゃよ。あの雄山をへこますとは大したトマトじゃな。スマートフォンに捨てることが流れる窓